こんにちは、さとこです。今日は先日ティンバーランドのブーツをご紹介した時にちょっと欲しいなって言ってたホカの厚底スニーカーが届きましたのでご紹介します。この動画にたどり着いてくださったはじめましての方、はじめまして。ですね、この靴は私、登山やランニングは全く関係なく、とにかく見た目だけで、待ちばき用に買ったものですので、ハイキングなどの参考になる情報はありませんので、あらかじめご了承ください。ノードストロームラックから注文したんですけど、まず見てください。このもうね、開封した時から結構もう箱汚れてて、セールだからしょうがないのかなと思って、まあ100歩譲って箱は許すと思ったんですけど、靴の方もね結構ね汚くて、もうこれせっかくの白い部分がね薄汚れてる感じなんですね。こちらに至ってはもう最初からもうこんな跡がねこんな風についてて、まあでも履いてくうちにこういう風に汚れていくのかなっていう風には思ったんですけど、一応もう一ペア注文しました。でもし新しいのが来て綺麗だったらこっちは返品して、もし新しい方がもっと汚かったらこっちをキープしようかなと思ってます。このね靴を選んだ理由っていうのは、まあパッと見でホカってちょっと見えづらいですよね。ここねよく見るとロゴ入ってるんですけど、他のものはもうドバッて入ってるじゃないですか。なのでそれが良かったのと、やっぱりこれですね、欲しかったのがかかとより出っ張ってる感じのヒールが欲しかったので、色もちょうどベージュ探してたので、もうこれ完璧だなと思って。で開けてすぐの感想はやっぱりまずでっかいなと思ったんですよね、全体が。でやっぱりこれってハイキングシューズだっていう感じで、少しまあがっかりしたのは、しかもまあ汚れもありましたしね。ただねやっぱりこのなんか紐の感じ、あとこの辺の雰囲気がねやっぱりね登山用のハイキングシューズだなっていう感じがしたんですよね。それでもうこれすぐ返品しようとかって思ってたんですけど、履いてみたらねこのカーブでくるぶしとかが出るので、足意外と綺麗に見えるかもしれないなって思って、ちょっと悩んで、またウェブでこれに似たような靴探してたんですけど、やっぱねここまでのちょっと色合いでこういうのってなかなかないんですよね。もうちょっと茶色かったりとか、色がねとにかくこのゴアテックのベージュの色が良くって、なんだか諦めきれないので、まあ初めてのホカなのでちょっと履いてみようかなって。ほら見てください、やっぱりねこんな汚いの届いたらがっかりしますよね。ノードストロームラックでこんなの送ってくるっていうのはね、ちょっと初めてっていうわけでもないですけど、ノードストロームラックはねちょっと前にセリーヌのサングラス注文したら、ケースが別のブランドの、しかももうちょっとランク下の別のケースつけてきたんですよ、サングラスにね、セリーヌのサングラスにね。で電話して違うケースついてきたんだけどって言ったら、セリーヌのケースつけるとは書いてませんって。でケースつけないで送ることもあるんで、他のケースついてただけでもよかったねみたいな感じで、そのカスタマーセンターの電話の人は何もできないので、近くの店舗行って、もし彼らがセリーヌのケース持ってたらそれをもらえばいいよなんて言われて終わっちゃったんですけど、店舗行ったら
もうよくありがちなレジでこう何が気に食わなかったのみたいな感じで、全然セリーヌのケース探してくれるとかいうレベルではなかったですまあね、やっぱり、店舗にもよるのかもしれないですけどね。でも、カスタマーサービスでね、ケース付きとは書いてないって、サングラスにケース付きとは書いてないとかってノードストロームが言うなんてちょっとショックっていうか、なんかびっくりしたんですけどね。なので今回これもね値下がりしたのでアラーム来るように設定してるんで、その値下がりと同時に注文したんですけど、そしたらやっぱり返品されたような商品だからセールにしたのかなとは思ってます。なので、もう一回オーダーした方届いたらお知らせしますけど、もし綺麗なものが来るのか、また同じようなものが届くのかでね、先ほども言いましたけど、私初めてのほかで、もともとね妊娠して太ったりする前は毎朝5時に走ってランニングしてたんで、結構もうランニングシューズはいろんなの履いてきたんですけど、ここまでねクッション性の高い靴っていうのは本当びっくりしました。なんか逆にでもクッションつきすぎで登山とかできるのかなっていうのはちょっと疑問だったんですけど、でこれ私の普段のサイズ5番なんですけど、全然大きいです。だけどこれより小さいの作ってないのでしょうがないから、そこまで脱げるっていうほど大きくはないですけど、やっぱりねレビューで書いてあった通りにここが滑るっていう、かかとが緩いってみんな書いてたんですよね。だから脱着はしやすいんですけども、でここの幅もワイドになってるんで、全体的にこう部屋に余裕があるっていうような感じの印象です。でもね履き心地は本当にいい。で私のイメージではこれでディズニーランド1日歩くとかそういう感じのイメージだったんで、多分そういうのにはいいかもしれない。ただレビューの中では1日も履いてたらやっぱりその隙間が多すぎて水ぶくれができたとかって書いてる人もいました。なので分かんないんですけども、私せいぜいね普段街脇ちょっと出かける時って言っても 2,3 時間ぐらい限界なんで、一応それでも履いてみようかなって思ってます。あとねこのゴアテックスでウォータープルーフなんで、日本の旅行行く時に履くんだとかって書いてる人も結構いました。ここねやっぱりこれがねついててね、履く時にピュッと引っ張れるので履きやすいですね。あとねデザイン的にはちょっとねこのベロが若干長いかなっていう感じです。これで足首隠れちゃうので、ちょっと足にフィットしたパンツ履く時にちょっとですね骨格ストレートのふくらはぎ太いっていうのが目立ちやすいかなと思いました。なのでダボっとした方のパンツだとそうでもないです。でもね幸いねここのなんていうのぐわっと切り込みが入ってるんで、くるぶしは出るんで骨格ストレートさんにはいい方のデザインだと思います。サイズ感はなのでごめんなさい、男性の方はね本当に私わからないです。でも女性の方はワンサイズ下げちゃってもいいかもしれないです。0.5 じゃなくてなので人にもよるのかもしれないですけど、私普段5か 5.5 なんですけど、4.5 があったらそっちの方が良かったなっていう感じです。ちなみにね女性の5が男性の 3.5 ってなってます。そう 4.5 があればよかったなって。5だとやっぱりちょっと大きい。やっぱりねなんでそんなジェンダー
インクルーシブにして男女同じサイズのものを履かなきゃいけないのみたいな感じ。別々に作ればいいじゃないですか、別にデザイン同じでも。そうで、男の人からすると狭いみたいなんですよね、幅が。で女の子はもう完全に広すぎるみたいなあれなのかな。まあそうですね、私の場合ね、でも登山行かないので大丈夫だなって思ってるんですけどね。まあね、でも個人的にはティンバーランドのブーツと同じようにごっついもので体全体のバランス取りたいと思って選んだ靴だったので、このごっつさ的には満足してます。ちょっとね、あまりにも運動靴っぽいなっていうのはあるんですけど、でもね、色とヒールの形でまあなんとか満足してて、満足度、75% ぐらいです。色違いでね、結構ね薄紫ピンクとかブルーっぽいの出てて、それはそれで可愛いんですけど、逆にちょっと合わせる服がないかもなと思いました。これぐらいのねベージュはでもすごくいいですよね。存在感がなくて、こんな感じの色があってこういうヒール、大きいごっついヒールの靴があってご存知の方いたらぜひ教えてください。サイズは5か4.5 とかっていうのがあったらなお良きでございます。やっぱりねサイズ設定おかしいんですよね。 US のウィメン5番で 21.5 って書いてるんですけど、普通 22.5 なんです。でもこれの実サイズは23ぐらいになってます。なのでこれ完全にホカさんの方で計算ミスかなっていう感じもします。それかまたはなんて言うんだろう、私は女ですって言ってる男の人が小さい靴入ったって喜べる感じにしてるのかちょっと分かんないですけど、まあよくねアメリカの洋服とかってブランドによってサイズ感全然違うんですとかってまあ日本もあると思うんですけど、アメリカはすごいんですよ。もうねサイズを特に大きいサイズの人が普段、LLXXL とか着てる人が本来は12サイズなのにこのブランドだったら8が入るとか、それ嘘っていうかね、単に数字を小さくしてるだけなんですけど、数字を小さくした方が買う人が気分が良くてもっと買うので実際のサイズよりも小さい表記にして売るんだそうです。まあねわかるよ、その気持ちもね。こっちもねサイズ2番のズボンとかが入ると嬉しいので、まあそれで買うかって言ったら別の話なんですけどね。でもそれがねサイズの問題がね靴にまで及んでくると本当にそれこそねアメリカの場合特にね返品すればいいだけなんで、どんどん買ってどんどん返品して、なので普通に買いたい人がやっぱりこういう風に汚れたものが届くっていう可能性がありますよね。まあそれも含めてやっぱり店舗で定価で買いに行って綺麗なやつをもらうっていうのがいいのかもしれませんけど、逆に便利なはずなインターネットショッピングが不便になりつつあるのかなっていうのも思ってます。はい、そんなわけでですね、申し訳ないんですが靴に関する情報が見た目とあとノードストロームラックの対応以外は何も有益な情報がなかったと思うんですけれども、少し履いてみてどんな感じかお知らせしますので興味ある方いましたらグッドボタンお願いします。今日は他のカハツロー GTX ジェンダーインクルーシブのご紹介しました。このような動画これからも作っていきたいと思ってますのでぜひチャンネル登録の方もお願いします。
ではまたお会いします。ありがとうございました。